こんにちは、久保奈々子です。普段はモデル活動をしながらカジノディーラーの勉強をしています。今回は私の気分が上がる点上げメイクを紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。まずはじめにスキンアクアトーンアップ UV エッセンス SPF50+PA4+こちらの商品を使いました。こちらは日焼け止め効果があって、まず最初にやっぱり今後紫外線がひどくなるじゃないですか。だからどうしても日焼けしたくないんで、私はこれを使って下地効果もあるので、これで下地効果とあとは日焼け止め効果、こちらの2つの効果を使って1個でお手軽にしちゃってます。次にセザンヌ UV クリアフェイスパウダー SPF28PA3+こちらの01番ライト明るい肌色、こちら使いました。こちらでさっきの日焼け止めのベタベタした感じを抑えて、一度マットにして抑えてサラッとした感じの肌に仕上げました。次にこちらのセザンヌ皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ、こちらを使いました。やっぱり鼻のここの T ゾーンと目の下のほっぺたのここの部分が汗かくとやっぱりテカっちゃうのが嫌で、もうそれを防止するために汗のテカリとか皮脂のテカリとかを防止するために使いました。で、先ほどそのパウダーを先につけたんですけれども、それはまずこっちを塗ってからパウダーをしちゃうと効果が減っちゃうんじゃないかなっていう私なりの考え方で、このような感じでこの下地を後に塗るっていう意識をしました。次に目の下のクマの部分にビセリシェのリップ&チーククリームの RD1 番、こちら使いました。こちら多分リニューアルされる前のパッケージなのでこのような形なんですけれども、こちらがすごいテクスチャーが滑らかなんですよ。で、多分日に当たったりとかするとまたさらにジュワーってする感じで塗りやすくなるのでめちゃめちゃお気に入りです。で、こちらはちょっと使いすぎてパッケージが壊れちゃいました。次にこちらのザ・セムチップコンシーラー 1.25 ライトベージュの色を使いました。こちらは SPF28PA2+ のやつです。こちらすごいやっぱりフィット感がすごいよくって、しかもカバー力もしっかりしてくれるので、私はファンデーション代わりにこちらのチップコンシーラーを使ってます。こちらは目の下のクマの部分、さっき塗った赤いところの上から1回塗るのと、小鼻の赤みを抑えるのと、口角を上げるためにシュッと見えるように輪郭のここの部分にもつけました。で、次にまた登場するんですけれども、セザンヌ UV クリアフェイスパウダー SPF28PA3+ の01番ライト明るい肌色です。これでもう全面のベタベタする感じを仕上げる感じで抑える感じでこちらを使います。で、こちらはこちらにもともと入ってたのじゃなくて自分のやつなんですけれども、パフ自体は結構しっかりした厚みのやつで、こちらを取って肌にこのように撫でるような感じでつけています。次にハイライトを使いました。セザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュのカラーです。これで鼻をシュッと見せたくて、もう指でごっつり取って、であとは指でガーってもう息しなぞる感じで鼻筋をピーって伸ばしてから、ここの T ゾーンの上の部分と、あと目の下の部分と口の上唇の上のところと顎に全体的にそこら辺を中心に塗ってます。次にノーズシャドウで使ったのがサナエクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE03 番のピンクブラウンのカラーです。こちらでちょうど描きやすいんです。このノーズシャドウに使いやすくて、本当はアイブロウなんですけれども、私がっつりこの一番下とその上のカラーを混ぜてノーズシャドウに使いました。で、今回はこの上の残りの一番上と2番目の色も混ぜて眉頭だけ先にちょっと描き足してふんわりするような眉毛でイメージして描きました。次に紹介するのがセザンヌブラシ付きアイブロウ繰り出し01番ライトブラウン、こちらの色を使いました。やっぱり眉毛描くときには安定でこのペンが一番個人的に描きやすいなって思いました。で、まずこちらのブラシのタイプで眉毛の流れを整えてから、こっちの繰り出しのペンの方で繰り出して眉毛を
しっかり目尻の眉尻の方からしっかり描いて、その後に眉頭の方からふわーっと先ほど重ねた部分と馴染むような感じで描きました。次に眉マスカラをしました。こちらはキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アッシュブラウン、この色です。一番髪色が明るい人に向けて多分作られている色だと思うんですけれども、こちらはやっぱり頭派手にしてる身にしたら、やっぱり金髪の眉毛が多分一番無難に合うんじゃないかなって思って、今一番この色を使ってます。次に涙袋描くのにセザンヌ角二重アイライナー影用ブラウン、こちら使いました。本当にこれめちゃめちゃ有能で、まずここの涙袋にしっかり色をつけて、その指でぼかすと本当に自然な影ができるんですよ。もっと本当にめちゃめちゃよくって、であと他の人だと多分二重のラインも強調したい時とか、私も濃いメイクしたい時とかは二重のラインとかも描いたりもするんですけれども、本当にでもどこ描いても影自然に見えるのでおすすめです。こちらは次にアイシャドウベースを塗ったんですけれども、こちらはキャンメイクアイシャドウベース RB の色です。こちら手に取るとクリームタイプですごい塗りやすいタイプのアイシャドウベースで、肌の色をその目元を明るく見せる効果もあるので、このような感じで塗ってみると綺麗な感じで明るくなるので、アイシャドウのノリが良くなるんです。で今回はそのメイクでハーレークイーンの髪の毛の色を赤と青あるじゃないですか。それを意識してちょっとメイクをしたかったので、こちらのベースが重要なんだなって個人的に思って使いました。次にアイシャドウのアイホール全体にマジョルックイルミネーターの RS354 番、こちらを使いました。こちらを一番上のハイライトカラーをアイホール全体と涙袋の目頭の方に塗りました。次にこちらの NYX アイシャドウパレット04番、このカラフルなパレットを使いました。まず私が一番最初に取った色は私が取ったのはこちらのピンクの色です。ピンクの色をまず全体にアイホールでふんわり指でがっつり取って指でふんわりのせました。次にこの淡い水色の方、淡い青色の方の色を目尻の方に向かって目尻からくの字を描くように指でがっつり塗りました。でその次にまずこの赤い色を目頭の方にがっつり塗りました。ここでもうそのハーレークイーンさんの赤色の髪の毛と青色の髪の毛をイメージして、ここを馴染む感じで、ここは中央は馴染ませる感じで塗っていきました。でそれでも私やっぱりまだ物足りなかったので、青色をこちらの濃い青色をもう少し足してくの字を描くような感じで塗った後に、こちらの赤色とちょっとピンクの方の色を混ぜて、こちらの涙袋の中心と目頭の上の上まぶたも少し塗りました。で次に私やっぱりまだ白い方が物足りないなって思ったので、マジョルックイルミネーターアイシャドウの RS354 番のさっき使ったこのハイライトカラーで指で取って目頭に涙袋の目頭部分にしっかり塗りました。個人的にははっきり色を見せたいので本当は指の方が好きなんですけれども、やっぱり肌に馴染んだりとか自然に見せるんだったらブラシでぼかしたり、ブラシで塗るとふんわりつくので、そちらの方もおすすめだと思います。次に最後の仕上げでキャンメイクジュエリーシャドウベールの03番、こちらの使いました。こちらの小さい方の粒子の方を筆で取ってアイホール上まぶた全体にふんわり仕上げて、少しちょっとキラキラ感を出してちょっとおしゃれな感じの雰囲気を出しました。次にアイラインを描きました。プチシューラスティングリキッドアイライナーディープブラウン、こちらの色を使いました。今回は猫目メイクをちょっと意識して、跳ね上げメイクを意識したので、まず目を一回閉じてうっすら目頭の方をピーって引きました。ちょっとピーだと表現があれなんですけれども、ちょっと跳ね上げる意識で描きました。でその後に跳ね上げた部分自然に見せるために少しずつ慣らしていく感じでこの目尻の方を太くしていきました。で次にチークなんですけれども、ビセリシェのリップ&チーククリーム RD1 番再度登場なんですけれども、これはやっぱり赤のがやっぱ塗りたくって、
もう赤をふんわり見せるために指で取るんですけれども、ハートを意識する感じで一回乗せて、そこからふんわりぼかしていきました。で、私マスカラするのをすっかり忘れてたんですけれども、こちらはオペラマイラッシュアドバンスト01番漆黒のカラーです。やっぱり目力強調するんだったら黒色のマスカラかなって思って、私は黒色のを使いました。で、私普段からビューラーあんまりしないんですけれども、これは塗るだけで本当に塗るつけまつげって言われてるほどあって、しっかりカールがクイーンってしたまつげができるので、これは本当にビューラーしなくても多分誰でもいけると思います。次に唇を塗るのに、このチフレンのこちらは S の517番、こちらの赤色のリップを使いました。多分イエローベースの人だとこの517番が一番馴染みのいい唇に合う色なんじゃないかなって私は思います。で、最後にこちら仕上げでキャンメイクフルーティーピュアオイルリップ03番、こちらの色を使いました。これ本当は透明なんですけど、私が普段から赤リップの上に塗っちゃってるせいでめっちゃピンクになっちゃってるんですね。でも本当に透明な感じの白い感じで、本当に唇をツヤツヤに見せてくれるお気に入りの商品です。で、こちらを塗ったばかりだとやっぱり唇がテカテカして油もん食べたんじゃないのみたいなのが言われるのが嫌なので、私は一回ティッシュオフをしてそのテカリを少し抑えました。そして最後の最後の仕上げに MU メイクカバーミストを使ってメイクのよれ、やっぱりここまで綺麗にメイクしたんだったらよれたくないって思ったので、私はこれで毎度毎度仕上げに振りかけてティッシュオフをしてしっかり密着させます。で、これは本当に使うだけで本当に1日のメイクの持ちが違うんですよ。やっぱり使ってるのと使ってないのだとやっぱり比べ物にならんぐらいほんとメイクが残ってるんですね。だからもうこれは手放せない商品です。点上げメイクの完成です。今回は目元のアイシャドウをハーレークイーンの髪の毛を見て私がテンション上がっちゃったので、そちらをもう再現するかのように赤シャドウと青シャドウで意識してメイクをしてみました。このメイクは夏フェス行ったりとか今後のテンション上がる季節になるので、これからそのテンション上げたいっていう時に皆さんもぜひぜひやってみてください。今回このメイクは私がテンション上がった時のように皆さんにもテンション上げたい時とかに再現してもらえたらなって思います。そして皆様にお知らせがあります。私今回は紫色の髪の毛なんですけれども、毎月毎月変わった色をしてるので、よかったら概要欄の方から私の SNS をチェックしてみてください。また可愛いパティーンではたくさんのメイク動画とか紹介されてますので、ぜひぜひそちらもチャンネル登録をしてチェックしてみてください。それでは久保ななこでした。バイバイ。